日本の皆様、政治式、結婚式、前撮り、人生の節目に着物を着るという感覚、当たり前のようにありますよね。韓国人の僕、初めて着物を着ました。前撮りにですね、想像以上の衝撃を受けたんですよ。あんたの伝統衣装でしょって思ってませんか？いえ、僕が驚いたのは3つの理由があります。1つ目、想像以上にしんどかった。2つ目、おもてなし成人を感じた。3つ目、文化を続けてきているということです。韓国人が見た着物の隠れた魅力、そして韓国のチマジョゴリに対する事情まで解説しますよ。ぜひ最後まで見てね。一つ目、想像以上にしんどかったということです。正直に言いますね。初めて着物を着たらですね、もう体が一瞬グラッとしました。重いって感じたんですね。感覚としては、1キロのダンベルを全身に均等に巻きつけてるような感覚。肩とか腰とか背中とか首の後ろとか、1箇所だけ重いんじゃなくて、体全体で受け止める重さみたいなことを感じました。日本の皆さんにとって着物ってそういうもので終わる話かもしれません。でも僕その時ですね、頭の中完全に混乱したんですね。だって、こんな重くて熱くて工程が多い服人生で初めてだったからですね。下着を整えて、中地板を紐を締めて、帯を巻いて、飾りを足していくみたいな形ですよね、日本って。で、ここで韓国の話をしますね。で、韓国の伝統衣装、韓服って言います。皆さん慣れてるチマジョゴリっていう用語で説明しますね。これですね、全く別のものです。感覚的にはですね、シルクをふわっと羽織るような辛さですね。だから、薄くて構造はシンプルです。重さで言えば、着物の3分の1ぐらいなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。というのも、韓国のチマジョゴリっておそらく頑張って着る服じゃないと思ってます。特別な準備とか日付とかして着る服じゃなくて、今日はこれ着ようかぐらいのノリなんじゃないかなと思うんですね。こういう違いがあって、なんか見てたら途中からゾクッとしました。これって服の話じゃないなと思ったんです。ここで。文化の前提そもそも違ったんだなって思ったんですね。日本の着物って皆さん一人で完結難しいっすよね。誰かに教えてもらう、整えてもらう、一緒に着る、時間をかけて、手間をかけて、空気を作る。そこには、今日は特別な日ですよ。この時間を大切に使いますよ。という無言のメッセージが詰まっているかもしれません。一方で、韓国のチマジョゴリはもっと生活に近くて、働きやすくて、動きやすくて、軽くて、日常に溶け込むっていうのがあると思っています。だからこそ、便利さを求めていたから、時代が変わった時、より便利な服は何なのってところで、今みたいな僕が着てるような服に変わっていて、その便利な服としては使わなくなってしまったチマジョゴリが消えていった面もあるような気がします。便利さとかスピードとか効率重視なんですね。もちろんこういうのおかげで韓国は成長できたかもしれないですけども、一方でこのように文化っていうのが静かに、そして早く消えていった面もあるような気がします。だから着物の感覚新鮮でしたね。なんかしんどいとか言ってたんですけども、着て立ってるだけで背筋自然と伸びて、この所作が丁寧になって、服が自分の振る舞いみたいなのを強制しているような気がしたんですね。この体験と正直面白かったです。その時に僕こう思ったんですね。俺衣装だけの話じゃなくて、文化そのものを着てるんだっていうことです。二つ目はですね、おもてなし精神を感じたというところです。もう日本10年ぐらい来て、今更って話なんですけれども、着物ショップ入った瞬間、僕そもそも入ったこと1回目ぐらいかなとか、昔ちょっと仕事とかで寄った気もするんですけれども、ほぼ初めて、特に着るの初めてだったんですね。で、それ見て、中の空間見たんですけども、ここは服を売る、レンタルする場所を超えてるなという感覚でした。もちろん商品は着物を売ります、レンタルしますってことなんですが、体験に中心にあるのはですね、実は人とのやりとりだったかもしれないんですよ。どんな雰囲気が好きですか？今日は前撮りですか？じゃあ写真に映える色にしませんか？みたいなことを言ってくださいながら一緒に悩んでくれる。鏡の前で少し首をこうやってするとすぐ気づいて帯少し柔らかくしますね。みたいな感じで。声のコーンとかも動きも全部が穏やかで着させます。着せたら終わりです。みたいなそのトーンじゃないような気がするんですね。前撮りの現場行ったんですけども、移動中でカメラマンさんが今の表情もすごくいいんですよとか、肩の力抜けてきましたねみたいな、この場を柔らける言葉を何度も何度も投げてくださいました。ただ写真撮って終わりじゃなくて、これも空気まで作るんですね。だからもう気づいたらもう自然になっていました。これですね、日本では接客ってそんなもんやろっていう話かもしれないんですけども、韓国から来た僕は久々におもてなし精神だなって驚いたんですね。もちろん韓国にもおもてなし精神っていうのはありますよ。ちゃんと接客をやるっていう位置はありますよ。でも、この伝統衣装レンタルという文脈では、設定自体がもう違うんですね。例えば、島女ゴリは、さっき言ったように結構シンプルめなので、お店に行って
で選んで、すぐ着て、で、そして、じゃあ楽しんでね、みたいな。1時間ぐらいとかじゃないですか。着物って、衣装もいろいろあるわけですし、着付けもちゃんと一つ一つ丁寧にしないといけないわけですから、こうやってちょっと寄り添って気持ちを作らせてってことも大事ですよね。だって僕も前撮りで撮ったので、その日って結構大事な一日じゃないですか。もてなし精神を持っとかないと、その一日の気分が変わってくるから、とても大事なんですね。こういうことを僕は感じてて、見てて、最初はこんなに丁寧にされるとちょっと固まるし、なんか申し訳ないなと思ったりとかしたんですけども、同時にこの一日がいかに大事な瞬間かだったりとか、大切に自分も一日を楽しもうみたいな、そう感じたっていうのもあると思いました。言葉があり、間があり、笑顔がある、固い文化を人の温度で包んでくれる、これが日本のサービス業かもしれないっていうところを感じました。3つ目、文化を続けてきてるです。これ一番大事なポイントですね。日本は着物文化を民間レベルで今も続けているということです。着物って皆さん日本で着てますよね。博物館の中の展示物じゃないですよね。成人式、結婚式、前撮り、卒業、七五三、家族の節目とか人生の区切りで実際に着て写真を撮って記憶に残す。この光景が日常の延長線上にある。これですね、韓国人の僕からすると珍しいと思いました。韓国どうなのかって聞いたら、正直に言うとですね、民間ではほぼ消えています。僕自身ですね、チマジョゴリ来た経験ですか？子供の頃にたった1回ぐらいの経験しか覚えてないです。それ以降一度も来てないんですね。卒業とか家族旅行とか来てないんですね。これですね、僕だけの話じゃなくて、体感として韓国人のもう9割以上は自分のチマジョゴリすら持っていないと思っています。持ってるかどうかっていうのは99%くらいな気がしますね。昔は確かに家族の中で行事できる文化はあったんですけども、それも静かに消えていったんですね。そもそも生活の中で使われなくなったからです。ここでですね、ちょっとだけ不思議な話をすると、韓国に来た日本人観光客、めちゃくちゃチマジョゴリレンタルして来てるんですよ。この若者の方々。写真も撮るし、SNS にも上げるんですね。でもですね、それを見てる韓国人たち、自分も一度もチマジョゴリ来たことないのに、チマジョゴリの文化楽しんでくれてるんだ、みたいな。韓国人より日本の方々の方がチマジョゴリ楽しんでるんだ、みたいな風になるんですね。だからこれもちょっとね、面白い話です。日本には100年、200年という単位で続いてきた伝統、習慣が生活の中に残っていて、それでもう毎年サイクルを回していったら、自然にそのような中で組み込まれていて、だから着物を着ることになって、守ろうと特に意識をしなくても、使っているうちに文化が残ってきたっていう側面もあるような気がします。韓国は文化的な側面もあるんですけども、こうしたこの文化、イベントの歴史っていうのは、日本に比べると比較的に短いかもしれません。これは良い悪いの話をしたいわけではなくて、韓国はもう朝鮮戦争あったりとか、国がもう全部焼けたりとか、国を立て直す必要があったりとか、経済成長で精一杯だった時期があったと思います。だからこういった文化体験っていうのは余裕がなかったかもしれません。で、この話、今日の話、僕未来の話したいと思っていて、韓国って韓国の話ですみませんね。韓国で2000年代入ってきてから K-POP とかドラマとかコスメみたいな新しい文化結構生み出してきてるような気がするんですね。で、世界中にも売れるようになってきてるような感覚があります。BTS さんもそうですし、もうカンドラ、イカゲームだったりとか、どんどん売れてるじゃないですか。で、これを10年、20年で消費して終わらせるんじゃなくて、これ意識的に続けていっていくのが大事な気がします。これが分かり道なんじゃないかなと思います。もしですけれども、100年経った後に、カンドラは2000年代から続けてきた韓国の伝統文化ですみたいな。わかんないんですけども、もしそう言えるのが残っていたら、すごく素敵なんだなというふうに思いました。ってことで、今回の前撮りです。日本の服を着て行いました。本当に楽しくて、忘れられない思い出です。そしてですね、ここまで見てくださった皆さんのために、情報をちょっとポロッと落とすとですね、結婚式本番は韓国の伝統式で行っています。だから、ここで言ったチマジョゴリを着て、僕だけじゃなくて、妻のマッキーもチマジョゴリを着て、結婚式を挙げました。というところで、この話までセットでちゃんと共有します。その話もまだいつかやるので、その頃まで他の動画も続けてみてください。はい、以上でした。パックンでした。アニョン